こんにちは、快適アートです。今回の動画は2025年始まって初めてのイラストメイキング動画です。今年の干支の蛇にちなんで蛇と男の子のイラストを描いていきます。使う紙はオリオンのアクリルデネブです。前回のイラストではこんな感じで冬にぴったりな雪女のイラストを描いてみました。今回も F65 サイズで描いていきます。下絵はこんな感じです。まずは人物の部分のみ転写していきます。最近 YouTube のライブ配信をしていて、この絵の制作段階のスケッチとか、あとは途中段階の作画風景なんかも配信してみました。ライブはアーカイブを残していますので、もしご興味あられましたらそちらも見てみてください。転写ができたらこんな感じです。線画はこちらの4色の墨を使って描きます。呉竹の細木神美の大土、線香、そして美藍です。それから黒い青木の山水という墨を使います。線画には主に美藍以外の色を使っています。明るい色から順に使って線画を描いていきます。黄色、オレンジ色、ピンク色みたいな色を使って描いています。この線画を描く段階もライブ配信をしました。今回の線画は黒一色ではなくて、こういう淡い色を使いながら描いていきました。なので淡い色から順番にだんだん濃くなっていくような感じで形をとっていきました。こうすると絵に柔らかさが出るし、細かい描写もしやすくなります。今回は白髪の男の子を描いているので、髪の毛の部分は線も少なめにして陰影のみを描いています。茶色っぽい墨を使って顔の陰影を追加していきます。手の部分の線画も顔と同じように光が当たっている黄色い部分から順番にオレンジ、ピンク、黒という風に描いていきます。今回は顔だけでなく手の部分も結構気合を入れて描いていったので、そういうところも線で表していきながら描きました。線画と陰影がほとんど描けたら美藍を使って影を落としていきます。青い影を置くことによってかなりクールな印象になります。影の上から肌の色味を塗っていきます。
関節の部分なんかは筆で墨を拭い取るような感じでハイライトを入れました。どんどん色味を追加していきます。暗い色で形を締めていきます。ここまでできたら蛇の線画を転写していきます。鱗を一枚一枚すべて描いたので、この線画を転写するだけでもかなりの作業量になってしまいました。顔の部分から線画を描いていきます。この蛇は本物の蛇というよりかは半分幻獣というか、この世のものではない感じにしたかったので、顔の部分のみ本物の蛇をモデルにして、その他の部分の鱗の形なんかはもう少し竜とかファンタジックなものを想定して描いてみました。なので本当の蛇より少し尖った感じの鱗がついているところもあります。他の部分の線画も入れていきます。線画がすべて入ったら黒い墨でトーンを入れていきます。今回の絵は結構無彩色に近くなることを想定していたので、まずは黒い服の部分をにじみを使って描きました。それから白蛇の陰影を入れていきます。鱗だけでなくこのお腹側の蛇腹の部分も意外と苦戦しました。服もだいたい暗い色味ですので、そこら辺にも黒い墨を入れていきます。次はこの2色の墨を追加していきます。まずは6ショート色なんですが、こんな感じの緑です。それからアサギ色はすごく鮮やかな青色です。蛇の下塗りをしていきます。黄土色で黄身を入れてから、青みの色を混色した青緑で影を入れていきます。今回の蛇は少し虹色の光沢を放つような感じをイメージして陰影を入れました。なので一番暗いところは青緑、そして一番明るいところは黄色っぽい色、その間に虹色が挟まっているような感じをイメージして塗っていきます。着物の中に巻いている布の部分も青緑と青を使って塗っておきます。
アクセサリーの線画や中の巻いている布の線画を入れていきます。陰影も同時に描き進める感じで、だんだんと巻いている布の形がはっきりしていきます。この作業を繰り返していくことによって巻いている布の重なり感とか、あとは少し浮いているところなんかが見えてきます。蛇の色味をさらに追加していきます。赤い色味も加えて虹色の光沢を出していきます。暗くしたいところには紫色を追加しています。ここまでできたらこんな感じです。それでは鱗に一枚一枚陰影を追加していきます。この作業がかなり時間がかかって、これをすることによってこの絵の全体の作業時間がかなり伸びたと思います。ただ見栄えはすごく良くなるし、この単純作業とかはね、結構好きな人にとっては楽しい作業なんじゃないかなと思います。私は一枚一枚塗る感じではなくて、ライン状に塗ってぼかしてっていうのを繰り返していくような感じで塗ってみました。影の色は下側になっている部分は青系の影で、上側を向いている部分は紫系の影色を使いました。なのでまずは青系の影の色の部分だけを仕上げていきます。鱗の中央に線を引いて半分だけ陰らすと、鱗1枚の中にも立体感ができてゴツゴツ感が出てきたので、これも全ての鱗にすることにしました。一回これをやるって決めてしまったらもうしないといけないというか、やらざるを得なくなってしまったので、一部してとっても良くなったので、全体的にこの作業をしていきました。鱗のゴツゴツの部分に負けないように顔の描き込みもしていきます。顔の描き込みは陰影をつけすぎるとせっかくの白い蛇の感じがなくなってしまうので、陰っているところを中心に色味を入れていきました。あとは鱗の亀裂みたいな部分の色味も他の部分に合わせて強く見えるように描き足しました。今のところ白を使っていないんですが、この後アクリルガッシュで白を使っていくので、陰影は少し暗めに全部入れています。この顔周りの鱗が一番細かかったんですけれども、ここの部分も同じように
鱗一枚一枚に影がつくように塗っていきます。蛇の部分の塗りがほぼ完成してきました。あとは他の部分の色塗りをして、墨の作業は一旦ここで終了です。あとは服の色を塗っていきます。これは私が作った自作の分離色絵の具です。水をたっぷり使うことによって緑色がターコイズブルーと、それからちょっと茶色っぽい色に分離していきます。別の動画でまとめていますので、よかったらそちらも見てみてください。乾くとこんな感じです。次はこの上から岩彩を使って色味を足していきます。上映え荘さんの岩彩のセットを使います。青とか黄色とか、あとはこの辺の藍色とかをたくさん使いました。分離色の透明水彩絵の具の上から岩彩を重ねて色味を豊かにしていきます。イメージしたのは絞り染めの布みたいな感じで、そういう染めがランダムに入っているようなのをイメージしながら塗っていきました。墨で塗った部分は上から水彩を塗っても色が動かないので、こんな風にがっつり色を塗ることができます。ぐるぐるの布の部分は黄色、青緑系、そして紫を使いました。着物の下の方は白録を使って少し白っぽいような感じにしています。こうすると中央にある鮮やかな色味から離れていくに従って少し鈍い色に変わっていくような色が得られます。全体に色が入ってきたので人物にも色を追加していきます。光っている部分の周りを囲むように黄土色で塗ってから影の色を紫で塗っていきます。それから下側には青緑で影を塗りました。顔にも血色の色をプラスしていきます。女の子を描く時よりかは控えめに塗っています。白群を使って全体的に青っぽい感じにして透明感を出しています。髪の部分は後でホワイトを入れていくので、やや暗めの色調で陰影を入れています。顔に負けないように手の部分にも色味と陰影を追加していきます。
陰影を追加するときに関節の部分のコントラストが高くなるように塗ってみました。そうすると骨張った感じとか筋の感じとかが出て、より男性っぽい手になると思います。陰影が入れられたら血管を追加していきます。今回は血管を描いてみたいなと思って最初から描く準備をしていたんですが、6章を使って緑色の血管を入れています。ちょっとこれやってて今までやってこなかったことなので怖いなとは思ったんですが、結構いい感じに血管が描けて手に生々しさが出ました。次はターナーアクリルガッシュのホワイトを使って白を入れていきます。筆のストロークをうまく使って髪の毛を描いていきます。べったり塗ると真っ白なんですが、少し水を加えて薄めた色なんかも使って透明感のある感じのところも作っているので、全体的に白くするというよりかはこの光っているところが白く見えるようにしたり、あとは束感を出すように意識してみました。髪の毛が白くなることによって顔の部分の陰った感じがより際立つと思います。細かいところにも色彩をアクリルガッシュで追加していきます。顔のハイライトはこんな感じでやや控えめに入れています。背景には山を描写してみました。大きなモンスターみたいな白蛇を描いているんですけども、私の中では神様みたいなそういう存在としてこの白蛇を描いたので、大地の神というか、この日本の風景っぽい山がたくさんある感じですね。そんな感じをイメージして背景を描きました。墨の広がりをうまく使って山と山の間にある霧なんかを表現して描いていきます。手前になればなるほどちょっと木が見える感じで描いてます。あとは背景に暗い色を入れることによって蛇とかこの少年の白い髪の毛が目立つようにする効果もあると思います。背景のコントラストが少し目立つなと思ったので、全体的に紫や青を重ねるようにしてトーンを落としました。蛇の方にもハイライトでホワイトを入れていきます。ぷくっとした感じになることによって蛇の立体感がより細かく出てくると思います。
鱗の部分にもちょっと足したりしています。こんな感じでホワイトを入れ終わりました。次は草壁のシャインパールシリーズラデンゴールドとクリスタルを使ってキラキラにしていきます。まずは目の部分からラデンゴールドでキラキラにしていきます。大粒のラメですごいゴージャスな輝きです。極細の筆を使ってまつげを追加していきます。次はクリスタルを使って光っている部分や鱗にキラキラを追加します。白い髪の毛の部分のハイライトにもキラキラを追加していきます。それから鱗の一番光っている部分にもキラキラを1枚ずつ追加していきます。次はアクセサリーをアクリルガッシュのメタリックカラーで塗っていきます。これはアンティークシルバーっていう色味なんですけれども、結構暗めのシルバーでかっこいい色です。アンティークシルバーにブラックを追加して、さらに暗いシルバーを作って、こんな感じで陰影を描写していきます。次はこちら、ちょっとポップな感じのものなんですが、白押し用フィルムと白押し用のペンが売ってたので使ってみます。これは文房具屋さんで売ってた商品で、簡単に白押しができるっていう感じで売られてました。色付きでピンク色の糊が入っています。フィルムはこんな感じでアルミホイルみたいな銀色です。初めてこういう白押しをしてみたんですが、下に塗っていた絵の具が結構描写でゴツゴツしてたのでかすれた感じになりました。逆にいいかなと思ってそのままにしております。次はホルベインのクロマパールシリーズのクロマパールアジュールという色を使います。こちらのキラキラは青と紫に変更するキラキラです。最後に草壁のシャインパールシリーズの蓄光グリーンを使って部分的に光らせていきます。完成はこんな感じ。キラキラ絵の具をふんだんに使った白蛇さんがすごく華やかです。そして少年は目の部分にゴールドを使っているので、傾けた時にすごく印象的です。アクセサリーもかなりギラギラした白押しをしたので目立っています。一枚一枚描いた鱗はこんな感じです。最後に蓄光絵の具を使ったので光らせてみるとこんな感じです。剣の部分と目の部分やアクセサリーに蓄光絵の具を使いました。
今年もこういう大きめの作品もちょいちょい描いていこうかなと思っていますので、もしよかったらまたチャンネルに遊びに来てください。ということでこんな感じで完成しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。